ほい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらのエスパーズアーを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、ダスクモーンで OR サイクルが登場したことによって大幅に強化されたアーキタイプですね。ズアーは本体は3マナ14飛行という小粒生物なのですが、2マナを支払うことでエンチャントをクリーチャーにでき、さらにエンチャント生物が接し、反根呪言を持つというカードになっています。以前は力戦の束縛をクリーチャー化することでしか使われていなかったのですが、OR サイクルとの相性が抜群で注目されていますね。今回使っているベイルマークのオワルジュとミストムーアのオワルジュですが、それぞれ2マナと4マナの超高コストで唱えることができ、超高した後はエンチャントとして場に残るので、ズアーでクリーチャー化するとそのまま殴ることができるようになっています。特に相性がいいのがミストムーアのオワルジュで、4マナで21飛行を2体出しつつ、5ターン目にはズアーを出しながらそのままクリーチャーにできるので、かなり強力に使うことができますね。オワルジュを除去するには、まずズアーを除去する必要があるので、見た目以上に止めにくく、いやらしい動きをすることができます。さらに静かなる広間バイもオワルジュとの相性が抜群で、ブロックされない生物ながらダメージが通ると他の生物のコピーになることができるので、4ターン目にはミストムーアのオワルジュのコピーになることができますね。手術室は2マナで3マナ以下の生物をリアニメートできるので、除去された広間バイやズアーを場に戻すことができ、相手からするとかなり厄介な動きができます。また入っているカードがほぼ全てエンチャントなので、生体の追跡者を強く使うこともでき、3マナ23というサイズではあるのですが、どんどんとドローを進めていくことができますね。俊足もついていますので、パワー2以下をしゃくれるのも偉い生物になっていますね。はい。ということでかなり面白い動きをするデッキになっていますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、やっていきます。こちら先手。初動ベイルマークの OR 図から入っていくことができる、ハンドですね。島もあるということで、黒マナを出すことも可能と。で、手札に手術室もあるということで、ベイルマークで3マナ以下のクリーチャーが落ちた場合は、そのままリアニメートもすることができますね。さあ、まずはオーワルズから入っていく。ズアー落ちる。ただズアーはそのまま、3ターン目にね、唱えることもできるということで、手札に回収していきましょう。さあ、相手ボロスカラーでスクレルブが入っている。才能を墓地に落としてきたので、おそらく、ボロス系の、トークンデッキですね。ということで、ズアーを出していきましょう。これ、除去られなかったら、今あれか、白で1マナのインスタント除去ってあるんですね。ただ、さすがにデメリットはついてて、トップからズアーをね、そのまま戦慄常時ができますね。さあ、ということで、ズアーを2-2として出していきましょう。次のターン、ズアー釣り上げてもいいですし、もしくは一旦、ミストムーアを出していくのもいいかなと。基本的にはビールマークよりもミストムーアを、クリーチャー化した方が強いということで、相手マルドゥからのアラベラ、殴るたびにドレインするクリーチャーですね。さて、ということで、一旦、大主から行きましょう。単純に4マナで21飛行2体というだけでも強いんですが、さらに後々ね、普通に殴ることもできるようになると。次のターン、ズアーが戻ってくるということで、さあ相手はラタドラピック。なるほど。こいつも伝説生物なので戻ってはくるんですが、たださすがに相打ちは取って良さそうですね。トークンと相打ちになるので、全然不利な、交換ではないですね。さあ、11交換をして、で、2-2として戻ってくると。さあ、ということで、ミストムーアをクリーチャー化して殴っていきましょう。まずは手術室でズアーを釣り上げていく。で、ズアーの能力でミストムーアをクリーチャー化して、77ですね。77、摂氏呪言、反根。で、さらに殴るたびに21飛行が2体場に出ていくと。さすがに化け物すぎますね。で、こいつを倒そうとすると、まずはズアーを倒さないといけないという。さあ、相手は、全体除去がない限りは、この盤面をひっくり返すことはなかなか難しいという
状況ですね。さあ、世話人の才能を出してくる。からの、アラベラをコピー。まあ、ただ基本的にはこちらが、まあ、めちゃくちゃ有利な状況ですね。殴ってはくるんですが、まあ、普通に相打ちで OK なので、まあ、相打ちを取っていきましょう。さて、残り16点ですが、まあ、基本的にこうなると、もうダメージレースはね、こちらがめちゃくちゃ有利ということで、さあ、ズアで、ベイルマークをクリーチャー化して、で、さらにまあ、せっかくなんで解放していきますか。殴るたびに、クリーチャーの上に、プラス1カウンターを乗せれるエンチャントですね。さあ、フルパンしていきましょう。で、まあ、ベイルマークを66にすることによって、まあ、相手は相打ちを取ろうとすると、まあ、全てのクリーチャーを差し出さないといけないと。で、さらにベイルマークの能力でズアをも回収していく。結構ね、ほんと、OR の全ての能力が噛み合ってるんですよね。さあ、残り3点。まあ、全体除去がない限りはさすがに負けないという盤面ですね。まあ、エスパーザーはね、本当に、普通に環境入りできるレベルの強さだと思うんで、まあ、紙でね、そのズアをまだ持ってない人とかは、まあ、安いうちに買っておくのもいいかなと。さあ、ラタドラピック出てきますが、まあ、開始でさすがに勝ちですね。ここで投了と。じじ。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、初動2ターン目。まあ、2マナで動けるカードが、3枚あるということで、キープしていきましょう。相手ゴルガリから。まずは土地が欲しいので、はい。さあ、3マナ目はしっかりともらっていきましょう。アラウマから。さあ、ということで、まあ、広間バイを出しておきたい感じもあるんですが、アラウマはさすがに残ってると、まあ、一生アドバンテージを取られてしまうということで、先に除去っておきましょう。まあ、相手がスルタイの可能性もあるんで、メインで除去ですね。さあ、もう一回アラウマ。まあ、これ、あれですね、生体があるんで、相手が除去を持っていなかったら、まあ、瞬足で出して、一方を取っていける可能性があるという形ですね。さあ、生体の追跡者を出していく。まあ、仮に除去を持っていたとしても、はい。まあ、他のクリーチャーがね、生き残りやすくなるので、さて、ということで、まあ、一旦ベイルマークの大主出して、で、広間バイですかね。まあ、広間バイが殴れたらね、まあ、ベイルマークも、そのままコピーにね、できるということで、さあ、広間バイ出していきましょう。まあ、土地が引けたら、ズアで大主も、クリーチャー化することができると。まあ、広間バイはね、基本的には、先手カードではあるんですけど、まあ、ミッドレンジ相手だったら、全然後手でも出す余裕はあるというカードですね。で、ほぼほぼ、11なんですけど、マスト除去生物ということで、まあ、相手からすると結構ね、めんどくさいクリーチャーですよね。さあ、2点はとりあえず通っていく。まあ、荒馬によって、まあ、延々とアドバンテージは稼がれてはしまうのですが、さあ、相手、ヤギ綱も入っている。お、ラリーコッパイ。ゴルガリはね、これがあるんですよね。まあ、しかもラリーコッパイは普通にメインからね、入るカードということで。さあ、5マナ目引いてくる。まあ、いろいろと動けるんですが、追跡者出してからの、OR 時で2ドローまでいけますね。まあ、ゴルガリ相手ということで、アドバンテージを稼いでいくのもいいかなと。さあ、広間ワイで、追跡者のコピーになって、で、さらにベイルマークを出すことによって、2ドローが発生ですね。さあ、エンチャントを出すたびに、どんどんとドローすることができると。まあ、ゴルガリも、大概ね、アドバンテージを稼いでいくことができるデッキではあるんですが、まあ、さらにその上を行く
アドの稼ぎ方ですね。さあ、相手戦慄騎士で、ドローですね、まず。さあ、ヤギ角を使っていきますが、相手ランプ要素も入ってるんですよね。お、スルタイからか。スルタイでこの動きだと、なんか、ドッペルギャングとかも入っていそうな感じではありますが。ということで、まあ、図は出していきますか。まずは情報から。うん。まあ、ベイルマークでね、落として、回収までいけますね。さあ、ズアの能力起動で、ベイルマークがクリーチャーになっていく。お、ミストムーアも落ちていく。まあ、とりあえずズアを、回収していくんですが、まあ、相手はこれ、まずね、ズアを除けらないといけないんですが、まあ、さらに、2枚目のズアも見えていると。あ、ただあれか。相手、逃げ話を使ってるんで、呪言がなくなっていきますね。さあ、戦慄騎士キャストから2点ゲイン。残り11点まで。相手のランプ先が気になりますね。何が入ってるのか。さあ、アラウマ。ドローは、スマート。まあ、盤面的には、こちらがね、だいぶ有利な状況ではあるんですが。まあ、ただ正直、ドッペルギャング来たら結構逆転もあり得る盤面ではありますね。さて。ということで、まあ、解剖室で、ミストムーアを回収ですね。ミストムーア回収からのさらに追跡者で2ドロー。うん。ということでこれもうミストムーア兆候からそのままズワで、クリーチャー化までいけますね。で、さらに追跡者で2ドロー。いや、動きが強すぎる。まあ、そのままクリーチャー化してもいいんですが、うん。まあ、相手、おそらくね、除去は構えてそうな動きではありますね。さあ、ベイルマーク、能力誘発から、ミストムーアが落ちていく。まあ、広間灰ですかね。うん。さあ、広間灰回収からの、もう手札の枚数がね、とんでもないことになってますが。さあ、相手は小屋を起動。なるほど。まあ、1体、一方を取って、残り3点まで。まあ、ミストムーア、クリーチャー化でも良かったですね。ということで、まあ、一旦広間灰出していきましょう。これディスカードまで発生するか ?2 枚ディスカード。まあ、さすがにもう、土地はいらないということで、うん。まあ、ドッペルギャング以外だったら、さすがに負けなさそうではある。さあ、殴ってくるはい。GG。さあ、こちら後手。まあ、悪くないハンドですね。ベールマークのワレスから入って、まあ、ズアキャストでも、手術室キャストでもいいというハンドですね。さあ、相手はまずは黒マナから。うん。さあ、情報。土地は、まあ、いらないかな。基本的にはね、3マナあれば、もう動けるデッキということで、まあ、他のカードを優先していきたいかなと。相手、白黒。うん。さあ、ビールマークから、はい、ズア回収ですね。この動きもね、強いですよね。ベールマークで、まあ、コンボのパーツとなるズアも探すことができると。さあ、相手エスパーカラーですね。おまあ、相手のデッキもこれかなり気になりますね。どういう動きをしてくるのか。まあ、階段デッキか。部屋を8種類コントロールしてると特殊勝利。まあ、おそらく部屋を使ったコントロールデッキかなと。この場合はなんか全体除去は普通にたくさん入ってそうですね。さあ、これ5カラーなのかな。赤黒から、はい、部屋ですね。これもう4点ダメージなのか。うん。まあただ、図は2枚目もありますし、まあ、リアニメートもできるということで、
リア2から、そのままクリーチャー化して殴っていきましょう。さあ、大わらじ。5-5になっていく。まあ基本的には、単体除去はね、あんまり効きづらいデッキということで、まあ全体除去がなければ、しっかりとね、押し込んでいけるデッキパワーはあるかなと。まあ相手かなり止まってきてるんで、はい。まあ除去は持っているという形ですね。さあ、ただ5点が入っていく。で、さらに2枚目のツアーもありますからね。相手完全に5からだ。5からヘアコントロール。さあ、青赤から、また除去ですかね。解放もあるのか。正直相手の動きはマジでわからんので、見てから動きを把握していく感じになりますね。解放して、2ドロー。はい。さあ、これで3種類目。いや、結構相手の、特殊勝利も早そうではありますね。さあ、ベールマーク殴って、クリーチャーを回収していく。うん。さあ、残り8点。いや、このターンどうするかな。結構悩ましいですが。まあ、一旦ズアー出して、まあ、構えていきますかね。まあ、ちょっとね、相手の、デッキが、何がね、入ってるかわからないんで。さあ、とりあえずズアーキャストから、うん。まあ、除去と、ズアーの能力、どっちもね、構えていきましょう。さあ、部屋3つから、まあ、さすがに特殊勝利はまだ先だとは思いますが、うん。さあ、もう一回土地から、というかあれか、これあれか、解放した分、種類カウントされるんですね。だから場に出てるやつだけでも6種類までカウントが可能っていう感じですかね。うん。なので、もう2個部屋が出てくると、まあ負ける可能性があると。いや、結構面白いデッキですね。なんかこういう、なんていうか、デザインデッキも、洞窟コントロールとか、門コントロールとか、たまにね、競技でも活躍するレベルのね、デッキが出てきたりもしますよね。亡者の踊りって、はい。まあ、これは除去っていきましょう。場に出た時に部屋を開放することができるカードですね。これは青い部屋を開放。ライブラリーから部屋をサーチ。なるほど。もう正直部屋はね、全然把握してないんで、相手の動きを見て理解していきましょう。これはガラス工場。まあそのまま出していきそうですね。さあ、3マナキャストで4点。はい。ズアが倒されていく。ただ残り8点なので、地図トークンで、1回育ったら勝ちですね。さあ。はい。66になっていく。66になったらもうズアーで、部屋をクリーチャー化して8点ですね。さあ、相手の、まあ、ここでさすがに投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。